こんにちは、みどちゃれ TV の愛です。つくばエキスプレスで秋葉原からわずか30分、柏の葉キャンパス駅にやってきました。ここは千葉県柏市に位置し、もともとはゴルフ場だった場所を大規模に再開発し、駅前には商業施設、ララポートやレストラン、カフェが並び、子育て世代にも人気です。未来志向の都市づくりが進むスマートで暮らしやすいエリアとして注目を集めています。そして本日は三井ガーデンホテル柏の葉さんの方にやってきました。自然を感じられるこの街で今日は骨休めしたいと思います。それでは旅のスタート。こちらがロビーです。柔らかな照明と洗練されたデザインのロビーは都会の便利さと千葉の温かさを併せ持つ心地よい場所でついつい長居したくなっちゃいました。それでは早速お部屋に入っていきましょう。本日の私の後ろはこちら。418号室です。それでは早速中に入っていきましょう。まず、むちゃくちゃ広いです。では入っていきましょう。お部屋全体の雰囲気がこんな感じです。まずデスク周りから見ていきましょう。壁が緑で柏の葉っていう感じがします。はい、机の上にはリモコンとか電話とか時計とか照明などがあります。机の下、隠し扉の中に冷蔵庫。はい、お水が入ってる。嬉しいです。しかもなんかおしゃれ。はい、こちらには電気ケトルやマグカップ、グラスもあります。こちらにはなんか備え用の防災備蓄の水もあります。すごいね。そして、ベッドサイド。なんか変わったところにコンセントがあって。はい、電気のスイッチもなんだかおしゃれ。そして、この引き出し何かな？セーフティーボックスでした。ベッドもふかふかそうですね。おしゃれですね。枕の高さも低くて私好みです。そして、一応ね、ベランダみたいな感じになってるんだけど、景観はそんなに望めないけどすごくね、ベランダが広いので広く感じます。リンゴも緑。そしてお部屋の中にズボンプレッサーがあるのも嬉しいですね。はい、空気清浄機。で、入り口の近くにバゲージラックとか、ハンガーのコーナーがあります。じゃあお手洗いも見ていきましょう。はい、お手洗いとバスルームです。はい、ドライヤーもシンプルですね。結構ここはホテルの雰囲気と違ってすごいなんか素朴。はい、シャンプーリンスボディーソープはこんな感じ。はい、シャワーヘッドキラキラ。はい、タオル類も完備。ここはでも多分ユニバーサルルームだから素朴に作ってるのかもしれないね。はい、以上ルームツアーでした。はい、この後ですね、私、まだまだ動画編集をアップする日なのに編集が終わっていないという状況で、急いで編集の途中をしています。これね、前回の、動画です。その後2時間ぐらい作業をして終わった頃はすっかり暗くなってました。よし、これで OK と。よっしゃー、終わったー。8時の公開に向けて字幕が終わりました。これね、ちょっと字幕後から言おうとするとね、ちょっとコメントで寂しいっていうね、コメントをいただいたことがあるので、時間になんとか間に合いました。今7時10分なので、お夕飯を食べに行きたいと思います。1階のレストランでも夕食をいただくことができるのですが、せっかくなので外に出てみることにしました。ホテルの横はもうすぐララポートの入り口です。便利ですね。なんか鳥の声がすごいな。駅前に味わい深い横丁を発見。ちょっとどんなお店があるのか覗いてみましょうか。なんか野毛の横丁みたいな感じかな。私でもね、ちょっとすごいこうコンパクトなお店に一人で入るのがちょっと緊張しちゃうので、ララポートの方に行きたいと思います。でも今日ね、すごい
気候がよくって気持ちがいいから、お外で飲んだら本当はね、美味しいと思う。はい、ということでララポート側にやってきました。先ほどの場所から徒歩30秒ぐらいです。こちらがララポートの正面入り口です。それでは中に入っていきましょう。フードコートにやってきました。こちらは3階です。いろんなお店が入っていてね、なんかテイクアウトするかここで食べるか迷ったんだけど、なんかね、お酒飲んでる人がいなかったの。しかもメニューをパッて見た限りではお酒がね、売ってなかったんだよね。ないのかな。これはフードコート側の外のレストランですね。レストランもいろいろありました。じゃあお酒が飲みやすいからレストランでなんか食べようかなって思ったんだけど、なんとなくね、こちらも撮影しにくそうな感じがしたので、どうなんだろうなということで、はい、今回はみさきさんでテイクアウトをすることにしました。そして1階には東急ストアのスーパーが入っていたので、そちらでおかずとかね、ちょっと加えました。なお、電子レンジは1階ロビーの横にあります。中華系の点心を温めました。はい、ということで今夜のお夕飯です。スーパーで買ってきた小松菜の有機サラダ。そしてなんかね、こういうもちもち系の中華の点心大好きなの。そしてお寿司屋さんのお寿司、今日はちょっと贅沢にお仕事とかね、最近すっごい頑張ってるのでご褒美に特上にしちゃいました。はい、ということでお夕飯をいただきたいと思います。ちょっと暑いね、エアコンも。エアコン切れてたのか。では乾杯しましょう。夜な夜なエール。ちょっと赤なっちゃったかな。では今日もお疲れ様です。乾杯。夜な夜な。ではいただきます。かけちゃおうか。半分ぐらい。すごいなんか香りがする。小松菜って生で食べれるのか知らなかった。ではいただきますよ。野菜ってさ、食べにくいよね。夏の食べにくいっていうのはこう広がってるから口に入りにくいし掴みにくいっていう。いただきます。緑黄色野菜って感じがする。お宝発見。お宝大事に取っとこう。いただきます。そうそう、動画の後半で近隣の散策もしたので、よかったら最後までご覧になってくださいね。素敵な公園を見つけました。じゃん、これ天使のこのなんていうの、この透明なもちもちしたやつ、これ大好き。じゃあちょっと食べてみます。いただきます。うまっ。ドレッシングつけてみる。大好きこういうの。うまっ。大浴場にね行ってから飲もうかなと思ったんだけど、編集っていうか動画の今日アップする日で木曜日なのね今ね。でギリギリまでさっき翻訳が間に合ってなくて、私翻訳直してるのに直してない人と YouTuber さんで直してない人と直してる方がいらっしゃるんだけど、私はなんか直してる派なのA 型だから。A 型関係あるかわかんないけど、でその直すのがね結構時間かかるんですよ。自動生成されるんだけど全然間違ってるから、まだまだ日本語がね。でまず日本語を直してから海外の言葉に変えていくのをね、連携していくっていうのかな。でそれがね、日本語をまず直すのが時間かかるの。めちゃくちゃ時間かかるの。1時間で終わらないね。もう20分ぐらいの動画で。早い人は早いと思うんだけど、私のね動画スケジュールなんだけど、ほんと取って出しっていうか、本当に木曜日出すなら木曜日に完成してるみたいな感じそう、撮影は違う日だけどね、もちろん。一応ね、水曜日までにベースは終わってるんだけど、
もう頭が疲れちゃってて、最終チェックは木曜日にしてからアップロードしてる。そういう流れをとってるから、どうしても翻訳がもうその日だからほんとギリギリで、結局ここ出たのが7時半近くなっちゃったから、お夕飯どうしようってこうぐるぐる回ってお夕飯難民でしょ。で今もう9時なの。お風呂に入るともっと遅くなっちゃうから、もう先にねご飯食べたくなっちゃって。そしてちょっとこれ紐だけ取っていいですか。ちょっとリラックスすいません。なんかサラリーマンがネクタイこういうめていいですかみたいな感じになっちゃったけど、サラリーマンでもこのネクタイこういうやつね、かっこいいってよく言われますよね。ね、私はあんまりそういうシーンで出くわしたことがないんですけど見てないだけかな。でも旦那さんネクタイだったけど、ネクタイだったかな。なんかネクタイの時とネクタイじゃない時があったからな、会社の。でもなんか確かに男性がちょっとこう飲み会でやったらセクシーかもしれないね。わかんないんだよね。もう一回だけど出くわしたことないけどではそろそろお寿司を食べたいと思います。はい、ちゃっかりビール飲んじゃってます。今日木曜日だから自分の動画をね一応チェック、最初みんなと同じように見てたのね。それで飲みながら見てました。あとコメントとかねちょっとね返しまして、はい、いただきます。お寿司は何から食べますか？好きなものから食べますか？まずガリから食べる。赤シャリです。これはマダイです。淡白ながらも上品な旨味があって歯ごたえがとってもいいです。大好きなイクラいただきます。濃厚な旨味とプチプチとした食感がたまりません。中トロ。大好きな中トロもいただいちゃいます。とろけます。赤身の旨味と脂の甘みが絶妙に調和されてる。とろける。しっかり赤身を感じられるマグロも大好きです。クリーミーで濃厚な味わい。磯の風味もします。はい。穴子はそのままいきます。これ。では、ハイボールタイム。チーママ感出る。では、お疲れ。はい。ハイボールを飲みながら残りのお寿司も美味しく味わいました。はい。ここは一応大浴場があるので、酔っ払いすぎる前に一旦お風呂に行っていきたいと思います。はい。紹介してなかったですけど、ナイトウェアはこんな感じです。おしゃれですね。3階には天然温泉があります。泉質はナトリウム塩化物強塩温泉です。今日最後の1本です。なんかね、お風呂すごい良かった。簡単だった。すごい簡単な感想。すごいなんかスタイリッシュだった。これが東京だったらめっちゃ高いと思う。でもここ穴場です。東京近郊で、三井ガーデンさんのファンっていると思うんですよね。東京だったら多分25,000円ぐらいしちゃうようなホテルのお部屋っていうか、設備だけど、1万ね、お盆中でも12,000円ぐらいだったので、そう、すごいおすすめです。ということで、これを飲んだらお休みしたいと思います。また明日。おやすみなさい。おはようございます。朝です。時刻は何時だろう？ 7 時15分です。お天気はどうかな？お天気は快晴、雲一つない青空です。朝食の前に大浴場へ向かいました。このタイミングで共有スペースもちょっと見ていきましょう。同じく3階にはコインランドリーがあります。そしてなんと同じく3階フロアには無料で利用できるスポーツジムもありましたよ。ちょっと見てみましょう。広
広さはそれほど広くはありませんが、明るく開放的で気持ちがいいジムですね。ではお風呂に行ってきます。そうそう、ちなみにシャンプーバイキングもありましたよ。こういうちょっとしたサービス嬉しいよね。朝食は1階のイタリアンレストランでいただくことができます。9時30分がラストオーダーなので急いでやってきました。イタリアンレストランらしいメニューが豊富にありました。それでは朝食のラインナップをご覧ください。はい、ということで私が持ってきたお料理がこちら、イタリアンレストランのモーニングです。では、いただきます。私は外側のテラスでいただいてるんですけれども、セミの音がすごいでしょう。ちょっとこれ気になっちゃいますね。室内がね、この日はすごい混んでて、で、テラス誰もいらっしゃらなかったので、撮影しやすいかなと思ってこの席を選びました。でも暑いから室内のがいいかもね。そしてイタリアンレストランらしく焼きたてピザもいただけます。数あるお料理のうち私はこのガーリックライスが何気に一番美味しいなって思いました。チーズたっぷりのオニオングラタンスープもとっても美味しかったです。なお朝食がついていないプランだったので1800円で追加しました。はい、私の大好きなクロワッサンもあって朝から大満足でした。なお、ホテルの正面玄関を出てすぐ目の前にタリーズコーヒーさんもあるので、朝からバイキングとかね、そんなに食べれないっていう方はそちらを利用するのもいいかもしれませんね。大満足な朝ごはんでした。ごちそうさまです。朝食から戻りました。そしてレストランでコーヒーいただきましたよ。はい、まもなくチェックアウトなのでお部屋の片付けが終わったから、はい、出発しようと思います。で、気になる今回のお宿のお値段はこちらです。お盆期間中の割には結構ね、リーズナブルなんじゃないかなと思います。三井さんすごい高いんでね、ここは穴場のホテルじゃないかと、また来ようと思います。とっても快適でした。チェックアウトを終えました。初めて訪れた柏の葉キャンパス。まっすぐ帰るのはもったいないので、もう少しだけ街ぶらしてみようと思いました。ホテルの横をすり抜けるとタワーマンションがたくさん並んでいて、子育て環境が良さそう。ロミオとジュリエットのラストのシーンの絵画みたい。宝塚の舞台の話をしています。はい、柏の葉公園にたどり着きました。ボートの方にまず行きたいと思います。自然がいっぱいですね。ここに駐車場があって、みんなこう奥に入っていくのかな。はーい、遊具があります。ちょっと見えるから分かりにくいかな。ドン。はい、遊具があります。いや、でもさ、炎天下で遊んだら、ちょっと体に逆に悪そうだね。なんか賑やかな声がする。あ、バーベキューコーナーがあるんだね。いやー、なんかみんな楽しそう。若いっていいな。ちょっとお店があるので、どんな感じか覗いてみましょうか。このカフェの受付でバーベキューの受付もやってるみたいです。バーベキューエリアの利用料金とお食事を追加して利用することができるようですね。お魚が泳いでいます。餌はあげないでくださいって書いてある。結構大きいね。そして、はい、正面にはボートハウスがあって、こちらは土日祝日でね、行っているそうです。せっかくなので先ほどのカフェでブレイクすることにしました。ここはバーベキューの人たちがドリンクをね、自分で取りに来るスタイルみたいで、その都度お酒を継ぎに来てましたよ。ということで、チュロスを購入。ここはピザの窯があって、その窯でチュロスも焼いているみたいです。なんだかワンランク上というか格別な味がしました。鳥発見。あれは何？ペリカン？すごいなんか首長いんだけど。白鳥じゃないっぽいよね。なんだろう、ペリカンかな。スポーツ少年たちがサッカーをしています。いやー、なんかさ、若いっていいよね。青春だな。ここはもともと噴水とかだったのかな。なん
なんかそんな形跡がありますね。ちょっとこっちに行ってみようか。散策していたら日本庭園にたどり着きました。この庭園がとっても素敵だったんです。息がとっても美しくって思わずじーっと佇んじゃいました。庭園内に小さな滝を見つけました。マイナスイオンがすごいです。気持ちがいい。庭園内には茶室がありました。茶室小白亭さんです。せっかくなので一服しましょう。結構なお手前でした。そして食べかけですみません。朝顔だそうです。庭園を眺めながらのひととき、とっても心地よかったです。心身ともに浄化されたような気持ちになりました。はい。一泊二日の柏の葉キャンパスプチ旅も間もなく終了です。ということで今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは旅やグルメを中心に新しい動画をどんどん発信していきます。あなたのグッドボタンとチャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ミドチャレ TV の愛でした。